女装してまで人を殺そうとした作曲家は誰だということで1830年代です。前回1820年代はドラクロワが登場し、音楽家やパガニーニ、シューベルト、ロッシーニ、カール・ベーバーと多くの音楽家が活躍した時代でした。さてこの時代も前回1820年代に登場したロマン主義の代表的画家ドラクロワが活躍していました。この絵はまさしくこの時代1830年にフランスで起きた7月革命を題材にしています。起きたばかりの事件を描くという相当にタイムリーな作品です。真ん中のフランス国旗を掲げ民主を導く女性は自由の女神マリアンヌで、彼女が被る帽子は1789年のフランス革命の間に自由を象徴するものとされたフリジア帽です。そして左側にいるシルクハットをかぶって良い身なりをしているブルジョーはドラクロワ自身という説もありますが、実際は誰か分かっていないようです。もう一枚ドラクロワによる作品です。この絵はアルジェリアのハーレムが描かれています。こういった西洋から見てオリエント地方と呼ばれる北アフリカや中近東を題材にした絵はオリエンタリズム絵画と言われます。特にナポレオンのエジプト遠征や前回1820年代に起きたギリシャ独立戦争などによって、この時代以降の西洋ではオリエントに対する関心が高まり、絵の題材としても多く描かれることになります。しかしそれらは西洋全般のステレオタイプに基づいた画家のイメージによって描かれたものが多いです。実際にその地に行くこともなくイメージで描いた画家も多いですし、中には画家自身がその地に訪れて描いたケースもありますが、その場合でも先にオリエントとしてイメージされたものを誇張して描きがちであったりします。そしてそのようにして描かれたものが実際とは異なる現実を作り出すことになります。さらにこうして作り出されたイメージは支配的地位にいる西洋によってオリエントの地方は常に物珍しく変化しない確一的なものとして扱われます。しかしこういったステレオタイプ的な見方は西洋対オリエントに限らずどこでも起きうる現象で、一つの国の中の地域内でも起きうることです。そういったオリエンタリズムの問題については1978年にエドワード・サイドによって出版されたオリエンタリズムが重要な著作となっています。エドワード・サイドが言うのは、西洋にとっての異国の地であるオリエント地方をイメージしたり絵に描いたり文章にしたりすることはステレオタイプ的な見方によってオリエント自体を彼らの中で作り出し、本来はそこに存在するはずの多様性や過去から現在未来と続く変化を認めず、現実の彼らを変化しない確一的なものとして封じ込めてしまうということです。そしてそういったイメージは西洋の中で現実のものとなり、次にそのオリエント地方を絵や文章などによって書き表す人は皆その定着したイメージに依拠して作品を作ることになります。そのようにしてどんどんイメージは定着し強固なものとなっていきます。さらにはそのようにイメージされたオリエント地方の人々までもがそのように自分自身をイメージし行動するようにもなっていきます。そもそもオリエントの人々やイタリア人などといった交渉は一体誰のことを指しているのかという問題もありますが、例えばオリエントの人々は不死だらでありイタリア人は陽気というような特定のイメージや決まり文句は他者によって作り出され定着した時、そのオリエントの人々やイタリア人の内部の多様性を無視してそれらが過去から延々と続いてきた性質のように語られイメージされ作品として作られることによってそれが現実のものとなってしまいます。それ以後人々はオリエントの人々やイタリア人をそのような人々であると疑いを挟まずイメージし作品にしたりすることになります。さらには例えば日本人は勤勉と他者によってイメージされる人々が今度は自分たち日本人は勤勉であると思い込み、同時に周囲からもそういった行動を期待されることにもなるため、実際の彼らの行動にもそういったステレオタイプ的見方が影響してきます。そしてある時は人々をイスラーム教徒やキリスト教徒としてステレオタイプ的にイメージしますが、そういった時には不死だらなオリエントの人々であったのが厳粛なイスラム教徒になったり、陽気なイタリア人が敬虔なキリスト教徒に置き換わったりします。同様に勤勉な日本人がくだらない番組をひたすら垂れ流しているテレビを見て喜んでいる人々に置き換わります。こういったことは一つの国の中の地域内でも起きうることです。そしてこういったことは生物学的に他者をステレオタイプ的に判断する人間の性質上、いつでもどんなものに対しても起きうることです。そのように物事をステレオタイプ的に瞬時に捉えるという性質は
生存に関わる問題が現在より格段に多かった原始時代において、状況を素早く判断でき対処できるという利点があったため、原始時代から人体の構造が変わっていない現代の人間にもその機能を持つ遺伝子が受け継がれているからとされています。現在でもそのように物事を簡単に把握してしまえば、その判断が当たっていても間違っていても思考の節約になりますし、たとえ間違っていても命に関わることでなければ、それは本人にとって大した問題とならないため、そのまま本人にとっては真実のまま定着することになります。ですので、このチャンネルでも今までイタリアの画家とかドイツの作曲家といったように紹介してきましたが、これは本来間違ったことですし、そもそもそれらの地域は現在とは国境など大幅に異なる上、国名すら違うなどいろいろと誤った表現です。ただ時代をイメージする上で、そういった情報がステレオタイプ的に役立つという、ただそれだけの理由でかなり不本意ながら、そのようにどこどこ出身として紹介してきました。実際はその人がドイツの画家だろうがフランスの作曲家だろうが本来全く関係のない話で、バッハはバッハでヘンデルはヘンデルであり、それぞれ異なった独自の音楽を作り、それぞれ異なった人生を歩んだという、それだけのことです。しかしこういったステレオタイプ的な見方の威力は強力であり、例えば現地に行ってみてそれまで教え込まれていたステレオタイプ的な見方が間違っていたと気づくことはあっても、ある時ステレオタイプ的に言われていたことに近い状況に接した時、やっぱり言われている通り何々人だからかなどとステレオタイプ的な見方をしてしまいがちです。それがたった一人の相手に対して感じたことであっても、それまで現地で感じていた印象が覆ってしまい、ステレオタイプ的見方に引きずられてしまいがちになります。そしてこうした見方は人種差別や自民族中心主義といった差別主義的な見方を助長させてしまいます。このように想像上の集団の外部の人であれ内部の人であれ、人を個人として認めず集団の一部の人間としてしか認めず、さらには勝手に文化的境界を作り出し変化や多様性を認めず固定するというアイデンティティを内部からも外部からも個人に押し付ける現在のあり方は大きな問題だと思います。そしてもし全ての人々がある特定の地域や集団、国などに帰属意識がない場合は、差別発言は意味をなさないことになると思いますので、問題は人々の帰属意識にもあると言えるかもしれません。同時に人々が何かを差別と捉えるのは、そのように捉えざるを得ない現在の人々にどこかに帰属意識を持たせるという社会状況にも問題があるとも思います。それとステレオタイプの影響力の強さは心理学の実験でもいろいろ証明されていますが、中でも驚きなのが年寄りを連想する単語が書かれた文章を読んだ後では歩く速度がまるで年を取ったように遅くなるという実験結果です。こんなレベルでもステレオタイプが働いているというのは恐ろしい限りですね。そしてこの1830年代から1850年代にかけて音楽界は一気に大物たちが続々と登場し、ロマン派音楽の最盛期を迎えます。現在どこかで聞いたことのある曲や作曲家の名前はこの期間の時代に集中しており、まさに百花繚乱の時代となります。そしてこの時代からさらに市民階級が音楽の重症となっていきます。彼ら大衆が求めるものは情緒豊かな音楽よりも超絶技巧を駆使した早く華麗な演奏や大音量の迫力や豪華で派手なステージなどでした。そうして作曲家たちが作る音楽も聴衆の趣味に合わせてそういった傾向の音楽へと変化していきます。中でも作曲家は大音量を求めるようになり、今後オーケストラどんどん楽器を増やして巨大な編成となっていきます。さらにストラディバリウスのバイオリンまでもが大きな音量を出せるようにいろいろ手を加えられることにもなります。これもクラシック音楽愛好家たちがロックやポップなどを批判するまさしくそのものですね。早弾きなどの華麗な演奏、大音量、ド派手なステージなどといった要素がこの頃から満載だったわけです。クラシック音楽愛好家たちはクラシック音楽が好きと自認することによって何か尊いものが理解できる高尚な自分といった考えに浸って酔いしれている節がありますが、それはちょっと勘違いの類かもしれないですね。そしてこの時代はパリで成功することが音楽家にとって重要なことでありましたが、そのパリが最もこういった要素を求めました。さらにそういった要素を求める大衆を相手にしたコンサートを開催する興行主が力をつけてきたため、この時代での成功とは大衆に気に入られお金を稼ぐことができるということを意味しました。これも今の時代と同じですね。前回1820年代に登場したパガニーニの出現以降、時代の流れもありますが、大衆を熱狂の渦に巻き込めるような高い演奏技術を持ち、派手なパフォーマンスができ、聴衆を圧倒できるような音楽家が成功者となります。そしてみんなそういった曲を作ろう、そういった演奏家になろうとしのぎを削ります。
リストは後の時代に紹介しますが、この時代にまさしくピアノの魔術師としてそういった熱狂をヨーロッパ各地で巻き起こしていました。そしてタイトルにあるように、女装してまで人を殺そうとした危ない作曲家がベルリオーズです。ベルリオーズはまさしくロマン派の作曲家らしく、文学から着想を得た音楽を作り、さらにそれまで使われていなかった楽器もオーケストラに取り入れたりするなど、オーケストラの編成を巨大化した人物で、後の作曲家たちにも大きな影響を与えました。しかし、この人は極端で、当時のオーケストラの編成は数十人程度だったところ、合唱隊を含めると1000人近い編成になるなどの暴挙に出ています。ゼロ1個多いですね。この時点であまりにも極端すぎなベルリオーズです。さらに演奏時間が4時間もかかる曲があるなど、ベルリオーズは極端なことばかりしています。さらには彼は医者に行く金がないからと、喉に出た腫瘍を切開するため、自ら喉にナイフを突っ込んで切開したらしいです。この辺からすでに危ない男、ベルリオーズの片鱗が垣間見れます。そしてこのベルリオーズによる幻想交響曲の内容は、失恋や魔女や殺害などといったロマン主義の要素に満ち溢れており、さらにイデーフィックスなる登場人物ごとに固有のメロディーを割り振る手法を生み出した時代を画する革新的な作品とされています。ベルリオーズは正規の音楽教育を受けておらず、ピアノもまともに弾けないような作曲家でしたが、逆にそれが既成概念を壊すことにもつながったようです。そしてこの革新的な曲、幻想交響曲が作られた経緯ですが、当時人気だった舞台女優のハリエット・スミソンなる人物がパリで公演をしており、ベルリオーズは客の一人として彼女に対して恋に落ちます。そしてベルリオーズはハリエット・スミソンを一目見るために頻繁に劇場に通い詰め、さらには彼女に一度も出会ったことがないのにもかかわらず熱いラブレターを執拗に送り続けます。しかしそんなストーカー気質あふれる手紙を受け取る方は恐怖でしかなく、ハリエット・スミソンは付き人に手紙を受け取らないよう言いつけます。しかしそんなことでもいけないのがこのベルリオーズです。なんと恐ろしいことにこのベルリオーズ、彼女の住まいの近くのアパートを借りて、彼女が無事帰って眠るまで監視を続けていたようです。一番危ない男が身の安全のために監視してくれること以上に恐ろしいことはないですね。さらに尋常じゃないことに、このベルリオーズは一度も出会ったこともないこの女優と結婚前提に交際していると両親に伝えています。これまでのところ最高級のホラー映画のシナリオそのまんまですね。しかしハリエット・スミソンはしばらくしたらイギリスへ帰ってしまいました。するとベルリオーズは勝手にイギリスに旅立った彼女の仕打ちに打ちのめされと言っても会話すら交わしたことがないのですが、2日間飲まず食わずでパリの街をさまよった挙句、ハリエット・スミソンが自分の金すぎる愛を受け取らないのは自分が無名な音楽家だからだという結論に達します。そしてベルリオーズは音楽家として成功して有名になりさえすれば、ハリエット・スミソンは自分の愛を受け止めてくれるだろうと信じますが、同時に成功した自分の曲を彼女の目の前で演奏して見せつけてやることによって自分の愛を受け取らなかったことを後悔させてやろうと復讐を誓います。そしてベルリオーズは自分自身を投影したこの幻想交響曲を完成させました。危なすぎます。実に危なすぎる男、ベルリオーズです。しかしこんな程度で収まらないのがベルリオーズです。そのハリエット・スミスへの復讐を誓って幻想交響曲を完成させた後、ベルリオーズは案外あっさりとマリー・モックというピアノ教師と恋に落ち、2人は婚約します。粘着質なのかあっさりするのか分かりにくいベルリオーズです。そしてベルリオーズが作曲した曲の一つがコンクールで優勝したため、彼は優勝者としてローマにしばらく留学することになります。そしてその留学から戻る予定の2年後に結婚する約束をマリーと交わし、ベルリオーズはローマへと旅立ちました。しかしそのローマ留学中にマリーはあっさりと他の男性と結婚してしまいます。そんな旨をマリーの母親から手紙で知らされたベルリオーズは怒り狂い、マリーとマリーの母親、そしてマリーと結婚した男性を殺すべくピストルを購入し、さらにこの罪深い3人を殺した後、自分自身も彼に死を遂げるため毒薬を購入します。少なくとも男性は関係ないと思うんですよね。そしてここからが不可解なのですが、彼はなぜかバレないように女装して彼女たちに近づいて殺そうという計画を立てます。そしてベルリオーズは女装グッズを購入し、はるばるローマからパリに向けて旅立ちます。変装ならわかりますが、女装までする意味はあったんでしょうかね。謎の発想です。しかもこのゴツイ顔で女装して人を殺しに行くというのは、ヒッチコックの1960年の映画最高を超えるほどの怪奇趣味的ホラーです。しかもベルリオーズは怒り狂ってパリへ向かっている途中に購入したはずの女装グッズを持ってくるのを忘れていたことに気づき、再度途中で購入しています。女装グッズだけはどうしても外せなかったようです。しかしそんなベルリオーズも真夜中に馬車が止まったことによってふとお腹が空いていたことに気づいたとか、そんな理由で正気に戻り、あっさりとその計画を捨ててしまいます。とにかく危なすぎる男ベルリオーズですが、同時に粘着質なのかあっさりしてるのか実際に分かりにくい男でもあります。
そしてその後、例のハリット・スミソンがたまたまベルリオーズの幻想交響曲を誰が作曲したか知らずに演奏会に聴きに来ていましたが、そのプログラムに書かれた内容によってこの曲は自分に向けられて作られた曲だということを悟り、なんと2人は結婚に至ります。不思議な運命的関係ですね。しかし結局結婚生活はそれほど情熱的でもなく、全然うまくいきませんでした。燃え尽き症候群みたいな感じですかね。ちなみになんと前回1820年代に登場したあの悪魔的な主戦度パガニーニが引退した後、ベルリオーズの曲に痛く感動し、ベルリオーズにかなりの金額を与えています。そしてベートーベンを蘇らせることができるのはベルリオーズだけだとまで手紙に書いて送っています。案外太っ腹な面もあるパガニーニさんです。しかもこの頃のベルリオーズは莫大な借金をして成功もままならなく生活の苦しかった状態でした。そしてベルリオーズは感動し、その後も作曲や演奏会に励みますが、批評家に散々批判されたりして毎回演奏会失敗に終わるなどしたため、生活費を稼ぐために新聞や雑誌などの評論の執筆に約30年もの間追われ続けるなど、長らく常に財政難な状態でした。そんなベルリオーズも40過ぎにしてようやく演奏会が成功し、徐々に上向いていきますが、すぐに次々と身内の不幸に襲われます。そして50過ぎてからようやく生活も安定しますが、最晩年には一人息子まで亡くなってしまい、絶望と孤独の中で生活を送ることになり、65歳で亡くなります。全般的に苦労の多い人生を歩んだ人でした。そんな後世に大きな影響を与えたベルリオーズも死後、時代の潮流とともに次第に評価されなくなりますが、20世紀後半になり、ようやく脚光を浴びることになります。さて次は誰しもが知るけど、いまいち知らないかもしれないシューマンです。シューマンは若い頃、法律家になるか音楽家になるか悩んでいましたが、パガニーニの演奏を聴き、音楽家になることを決意します。パガニーニの影響力は凄まじいです。しかもシューマンは死の間際にもパガニーニの曲の編曲をしていました。そうしてシューマンはピアニストになることを目指していましたが、自身が考案したテクニックの練習のための機械装置により指を痛めてしまったと言われており、指を痛めたシューマンはピアニストへの道を断念し、この時代に作曲家と音楽評論家の道に進みます。特にこの時代あたりからチェルニーの練習曲などの練習曲が多く作られるようになります。それはベートーベンあたり以降から演奏者に要求される技術の難易度が飛躍的に上がったため、こうした練習曲は19世紀後半にかけて作られるようになったとされています。そして同様に指を強化する矯正器具もこの19世紀に作られるようになります。しかもシューマンの失敗に懲りずに指を強化する矯正器具はその後も20世紀初頭まで作られ続けられたとのことです。そしてシューマンは特に音楽評論家としての影響が強く、金銭面などによる成功を基準とするのではなく、その作曲家の進化を評価した上で多くの作曲家を紹介し世に送り出しました。そういった面でもシューマンは音楽界に多大な貢献をした人物です。そしてシューマンはこの時代にショパンを世に広く知らしめた人としても有名です。その時の言葉が、ショー君、脱帽したまえ、天才である。です。かっこよすぎですね。しかもこの時、シューマンはまだ22歳です。さらにシューマンはシューベルトの未発表曲を発見し、後にこの曲は演奏会で大きな成功を収めるなど、いろいろな形で音楽界に貢献しています。しかし本人はというと、作曲家としてはいまいち評価されませんでした。それなのに他の作曲家を世に送り出すというのはなかなかできないことですね。そしてシューマンはロマン派の典型とも言えるほどの精神的に脆い人物でした。特に彼の子供時代に姉が自殺し、続けて父も死んだことにかなりのショックを受けたようです。そして幻聴や妄想、うつ病といった精神障害に悩まされ、それは年々ひどくなり、彼を大いに苦しめ続けます。それも晩年にシューマンは一旦名声を博したものの、精神障害のためまともにオーケストラを指揮することができず、あっという間に名声がしぼんでしまうなど、彼の人生を大きく左右しました。特に晩年は作曲もできなくなるくらい幻聴がひどいことになります。そしてシューマンは最後には川に飛び込み自殺を図りますが、
救助され、そのまま精神病院に入院し、2年後に46歳の若さで亡くなってしまいます。かなり悲劇的な人物ですね。ちなみにシューマンと妻クララはおしどり夫婦で有名ですが、このクララの父ビークは当時売れない作曲家シューマンとクララが結婚することを許さず、2人が出会うことを禁止し、さらにはクララの手紙を検閲し、クララ一人での外出を禁止するなど厳しい監視下に置きました。それだけでなく、ビークはシューマンに出くわそうものなら、ビークはシューマンに対して罵詈雑言の限りを尽くし、顔に唾まで吐きかけたり、平手打ちを食らわしたり、果てはシューマンのあることないことの中傷を広めるため、嘘の手紙をクララに偽名で送りつけるなど、とにかくとんでもないことを繰り広げました。しかし結局ビークは裁判で名誉毀損で訴えられ、2人は晴れて結婚することができました。こんなすごすぎるクララの父ビークですが、後の時代にシューマンが作曲家として成功すると、突如シューマン夫妻に和解を求めるといういかにもな行動をとっています。なかなか強烈なクララパパです。そしてクララの存在はシューマンの創作意欲を大いに高めることになります。特にクララと晴れて結婚する1840年にシューマンは一気に生涯に残した歌曲の大半を超える120曲以上もの歌曲を作ります。この年は歌曲の年と呼ばれています。その後2人はお互いに過去の巨匠の音楽を一緒に勉強したり、交換日記をしたりと、えらく仲良しカップルとして生涯を共にしていきます。このことから理想的カップルとされていますが、実際はシューマンがピアノを独占したため、シューマンよりも稼ぎも名声も大きかったクララはピアノの練習ができなくなり、自身の演奏能力の低下を嘆いています。さらにシューマンはそれまで作曲もしていたクララの作曲活動を禁止しています。そんな独裁的な面もあるシューマンですが、彼はクララの外国でのピアノの演奏力についていくも、ピアニストの夫程度の雑な扱いを受け、宮廷にはクララ一人招待され、シューマンは一人で帰る羽目になるなど、かなりの屈辱を味わいます。そして自分よりもクララの方が稼ぎが大きいことに傷つき、その悔しさゆえ、クララの演奏力をよく思わなくなり、交換日記にもきつめのコメントを書きつけます。完全に人と安当たりですね。このようにクララの献身的な態度や子育てで忙しい中でも家計を支えるべく演奏旅行をするクララによる稼ぎがあったからこそ理想的なカップルとして成立できた部分が大きい感じです。ちなみにクララはこの時代の最も偉大なピアニストの一人であり、初めてアンプでピアノを弾いた人物とされています。最後にシューマンに華々しく紹介されたショパンです。ショパンはポーランドに生まれてパリで活躍した作曲家であり、ピアニストでもあり、ピアノの詩人と呼ばれています。ポーランドではかなり珍しいですね。19世紀はこのようにだんだんと国際的になっていきます。ちなみにこの時ポーランドは他国に支配され国土を失っており、多くのポーランド人がパリへ亡命していました。そしてショパンといえば病弱な作曲家の代名詞みたいになっています。しかも彼は39歳の若さで亡くなっています。このショパンは病弱であったためか、外国に行って公開演奏会を開くといったようなことはせず、貴族や芸術家や文学者など社交の場であるサロンで自作のピアノ曲を演奏して名声を博しました。それもかなり小さい音で繊細に弾いていたらしく、同時期に大音量で派手なパフォーマンスで弾いていたリストを人間的にも音楽的にも嫌っていたようです。実際ショパンはこの時代のロマン派の作曲家たちと交流を持たず、彼らに対して批判的だったようです。さらにあんなにかっこよく大々的に宣伝してくれたシューマンのことも嫌っていたようです。なかなかの恩知らずですね。そしてショパンはピアニストとして大きな名声を博しますが、この時代の1838年頃には体調がかなり悪化し、その後10年間病に苦しめられながら多くの作品を作曲するも、次の時代の1849年に亡くなります。どうやら生涯肺結核に悩まされていたらしいです。そしてピアノの詩人と言われるだけあって、ショパンはほぼピアノ曲しか作りませんでした。これも極端ですね。普通でしたら様々なジャンルの曲を手掛けるものですし、特にこの時代ではオペラで成功するとか、
偉大な交響曲を作ってこそ一人前の作曲家とみなされる中で、一人ピアノ曲以外作らなかったに等しいというのは、自身がサロンを活躍の場としていたことも関係していると思いますが、それでもちょっと極端な感じですね。そしてこんな華麗なピアノ曲の数々を作り出したショパンでしたが、作曲は何度も書き直すなど試行錯誤を常に繰り返していたようで、意外にも苦労の末に生み出された作品の数々だったようです。ちなみに雨だれとはショパンがつけた題名ではなく、その他のショパンの曲のタイトルも出版社などが勝手につけたタイトルです。この時代の他の作曲家たちが曲にタイトルをつけていた中、ショパンは以前までの作曲家と同じように自身の曲にはタイトルをつけず、他のロマン派の作曲家のような文学や詩を題材にした曲作りもしておらず、実はかなり保守的な音楽家でした。実際にショパンが尊敬していたのはモーツァルトやバッハなどでした。最もロマン派を代表するような感じのショパンですが、性格は内向的で繊細というロマン派っぽい面以外はかなり保守的な思考の持ち主だったというのは意外ですね。実際に本人もロマン派に属するとは考えていなかったようです。そしてこのショパンはパガニーニの公開演奏会に何度も通うほどパガニーニに夢中になっていたようで、ついにはパガニーニの思い出という曲まで作っています。パガニーニの演奏に接することができた年代の人たちは皆パガニーニの影響を大きく受けていますね。さてこの1830年代にドラクロの絵にも描かれていたようにフランスで4月革命が起きます。1810年代にお話ししたように、フランス革命で処刑されたルイ16世の弟ルイ18世が亡命先から戻ってきて王として即位し復興王政となりましたが、その間にルイ18世の弟シャルル10世がその後を継ぎ、さらなる反動政治を行っていました。しかし1830年7月に自由主義思想に対する言論統制のために新聞や雑誌の出版を制限するなどの7月勅令が出されたことをきっかけに、経済的苦境に立たされていたパリ市民を中心とした暴動が起こり、3日間の市街戦の後、シャルル10世はイギリスに亡命し復興政を終わり、代わりに自由主義的な貴族として知られたルイ・フィリップが国王となり、立憲君主制である7月王政が成立します。これにてブルボン朝は終わります。ちなみにルイ・フィリップは国王の支配権は神から授けられたものだから、何があっても王に責任はないとする王権真珠説を放棄しています。むしろ今までよくそんな子供騙し的な余地の嘘で強行突破してきたなといった感じですよね。ちなみにこの1830年7月にシャルル10世は国内の不満をそらすためにアルジェリアに侵略戦争を仕掛けています。この結果、アルジェリアは1962年までフランスの植民地となります。そんな理由で植民地化されるなんて冗談じゃないですね。というわけで、ワールドカップの決勝で頭突きをして退場になったジダンもアルジェリア系移民だったりと、フランス代表にアルジェリア系移民が多い印象なわけですが、実際フランスではアルジェリア系移民に限らず、他の多くの移民の選手が活躍しているようです。しかしこのように植民地化し、移民に対して普段差別待遇とかしときながら、スポーツの時だけ国の代表にするなど、だいぶご都合主義ですよね。オリンピックの時のアメリカなんてその最たるものかもしれないですね。そしてナポレオン戦争後のウィーン会議でベルギーがオランダに併合されていましたが、この7月革命の影響でベルギーがオランダから独立を果たします。さらに1760年代にイギリスで起きた産業革命の技術はしばらくの間イギリスが隠し持っていたのですが、ようやくこの1830年代以降技術が流出し始め、この1830年代には独立を果たしたベルギーと7月王政となったフランスで産業革命が起き、続いてドイツでは次の時代の1840年代に産業革命が起きます。一気に近代化していくといった感じですね。そしてこの時代に鉄道が開通します。まずイギリスのマンチェスター・リバプール間で世界初の乗客を乗せた最初の営業運転が開始されました。その後この1830年代の間でアメリカ、フランス、ドイツなどヨーロッパ各地で一気に鉄道が開通され、その後は19世紀を通して世界中に鉄道が普及します。ちなみにこの記念すべき世界初の乗客を乗せたマンチェスター・リバプール間での開通初日に早速鉄道にはねられて死んだ政治家ウィリアム・ハスキソンなる人類最初の鉄道事故死亡者が出ています。気をつけましょう。最後に産業革命以来酷使されてきた労働者たちの運動によってこの時代にイギリスで主に児童の労働者を保護する工場法が定められました。それまでは子供も含め一日中働かされるという過酷な状況でしたが、
これによって9歳未満の労働は禁止され、13歳未満は9時間労働、18歳以下は12時間労働と制定されました。現代から見てもとんでもない時間数で改善された結果とは到底思えないですよね。しかも成人の男性女性については言及されていないのが怖いですね。ちなみにこの時代の普通の労働時間は朝の5時半から夜の8時半までの15時間労働だったようです。そしてこんだけ働いたんなら相当金持ちになれんだろうなんてことはなく、会社は明日も死なないで働ける程度の給料しか与えないため、大半の労働者は死ぬまで発給で苦しみ続けます。給料は会社が得た利益の何%という取り決めではなく、会社が一方的に決めた時間給や日給、月給ですので、労働者がいくら働いたところで大して裕福になれることはありません。そもそも赤の他人である労働者を裕福にさせても何の得もないし、裕福になって自立されてしまったら次の日から働きに来なくなるから、発給しか与えないのは当然といえば当然ですよね。そしてこの時代には早くもモールス信号のモールスの登場です。一気に時代が近代化してきたという感じですね。この人は意外にももともとは画家でしたが、電気学者の助けを借りて1837年に通信のための電信機を発明し、翌年にモールス信号を考案します。そしてその後ヨーロッパで電信が普及していきます。さらに文学界ではこの時代にフランス近代小説の創始者とも言われるスタンダールの赤と黒が出版され、バルザックのゴリオじいさんも出版され、近代ロシア文学の祖と呼ばれるプーシキンの大尉の娘も出版されました。次々に作家が登場してきますね。ちなみにプーシキンは美人で評判の妻に言い寄る男と決闘して死んでいます。この時代はまだ決闘が行われていた時代でした。それも現代からするとどうでもいいような理由で、目を傷つけられたと言っては決闘を行っていたようです。そんな情熱あふれる決闘も19世紀末にはあまりされなくなり、20世紀に入ってからはそんなんで軍の将校とかが死んだり負傷して障害を負ったりしたら、それは国家の無駄な軍事費用となって困るということもあり禁止されました。20世紀は名誉よりもお金の方が大事ということですね。それでは最後にこの時代に書かれた絵を4枚紹介します。最初の絵はこちらです。この絵は1640年代に紹介した紀元前5世紀のヘロドトスによる歴史に書かれている内容で、リディア王カンダウレスが自分の妻の美しさを自慢したいがあまり、下僕のギュゲスに密かに妻が寝床に入る前の裸のシーンを見るよう強要するという話です。密かにって言われてるのにもはやバレバレですね。ウィリアム・エッティは生前は成功した画家でしたが、死後絵画の潮流が変わり、それによってほとんど忘れ去られ、彼の絵の価値も下落してしまいました。しかも未だに忘れ去られているような状況に近いみたいです。買うなら今ですね。次の絵もウィリアム・エッティによる作品です。ウィリアム・エッティはこの時代に先ほどの歴史画より格が劣るけれども、お金になる肖像画の方にも進出します。この絵は2人の姉妹が今から行く舞踏会の支度をしており、左の姉のシャーロットが妹のメアリーの髪にリボンを結んであげている場面です。それまでウィリアム・エッティは常にヌードばかり描いていたので、それに対してイギリス国内ではそういった絵は外国の画家が描くべきであってイギリス人が描くべきではないというよくわからない非難を浴びせられていました。しかし彼はこの絵のように肖像画も高い質で描くことができることを証明し、これ以降仕事の依頼が増えていきます。次には前回1820年代に紹介したコンスタブルによる作品です。この絵はコンスタブルの妻が亡くなって1年後に制作されました。荒れた空の中に書かれている虹は希望を象徴していると考えられています。そしてこのコンスタブル自身もこの時代に亡くなってしまいます。最後の絵はこちらです。この今から処刑されるレディー・ジェーン・グレイは1553年にイギリスの王位継承の争いでイギリス史上初の女王となりますが、9日間だけ女王として君臨した後、16歳の若さで王位継承を争うメアリー一世に処刑されてしまいます。この絵はその処刑の場面を描いています。左側の女性はジェーン・グレイの次女で悲しみに打ちひしがれています。ジェーン・グレイ自身は右側の司祭に誘導され、首を置く台を手探りで探しています。そして右側の男は死刑執行人です。しかし何も悪いことしていないジェーン・グレイが今から殺されるのを司祭がお手伝いするというのは皮肉に感じられますね。ということで1830年代はロマン主義の代表的画家ドラクロワがまさにタイムリーな4月革命を題材にした絵とオリエンタリズムの絵を描いていました。
そして音楽界では危なすぎる男ベルリオーズが時代を画する革新的な曲を作曲し、シューマンが音楽評論家としても活躍し、ショパンが作曲家としてもピアニストとしても活躍していた時代でした。そして7月革命が起き、イギリスで鉄道が開通し、工場法も制定されました。それとモールス信号が考案されたり、スタンダル、バルザック、プーシキンといった近代文学の創始者と言われる人々が立て続けに小説を出版しました。次第に活躍する人の数が増えてきましたね。そんな突然頑張ってくれなくても良いんですけどね。次回は1840年代です。モーツァルトと同等かそれ以上の天才作曲家の登場です。それでは。